大体のことはどうにかなるだろうという金額ぐらいを置いておけば、あとは別に貯金する必要はそんなに感じていなくて。モン社長、僕ちょっとあまり貯金が得意ではなくて、お金がなかなかたまらないんですけど、モン社長とかってどうやって貯金とかされてますか？あんまり貯金してないですけどね。ああ、そうなんですね。はい、じゃあ結構お金は使われる方なんですか？まあ結果使うんでしょうけど、なんか一般的に言うなんかめちゃくちゃお金を使うとかっていう観点ではないですね。別にブランド品買うわけでもないし、何か没頭してる趣味があるわけでもないし、めちゃめちゃいいとこに住んでるわけでもないし、一般的に言う例えばなんかお金を稼いでいい家に住んだりとか、いい車乗ったりとか、いい時計買ったりとか、いいブランド品の洋服買ったりとかっていうのは別にないですけど、なんか貯金に対してあんまり意味は感じていなくて、極論今別に普通に仕事をしていれば稼げるので、なんか困った時は少し細かく使ってるものを抑えれば別に多少のお金は生み出せますし、昔普通に働いてる時も僕が思っていたのは、一人暮らしとかで、普通に働いてる前提としたら50万ぐらい貯金あればいいかなと思ってまして、で理由としては何かあった時のために、一人暮らしをできるお金、例えば引っ越さなきゃいけないとか発生した時に安いところで良ければ2、30万あれば初期費用で多分入れますし、であとは仕事をもし転職とか何かした時にちょっと間が空いてもとりあえず食える金額とかって考えた時に、自分は10代の時ですけど50万ぐらい別にあればいいなと思っていて、あとは収入マイナス支出が、イコール貯金とかになるわけですけど、収入を超えた支出をしなければいいと思うんですよ。なので貯金をちょこちょこ貯めていこうみたいな考えは昔からなくて、マイナスにならなければ逆に興味のあることとか今までやったことないこととか、なんかそういうことにお金を使った方がいいなと別に思ってたわけじゃないですけど、自然とそうしてましたよね。ちなみにモンジ社長が20代の若い頃にどういうところにお金を使われていたのかな、そう気になるんですけど。僕はですね、もう家族も19の時結婚して20歳子供いたんで、20代というか10代の時が多分一番参考かなと思いますけど、食事に行こうとか遊びに行こうとかって言われた時はなんかお金がないから行けないっていうのが嫌だったんで、10代の時に別に遊びなんかたかが知れてますから、普通に働いていればそのぐらいのお金は捻出できるので、だからそういうなんか外に出る機会とかは断らずになんかいろいろ言ってましたよね。飯食いに行こうって夜言われて、先輩は酒飲んで俺は飲んでないけど、でもなんか綺麗に割り勘ねとか、おごってくれる時もあるけど、それも別に文句言わずに払ったりとか、だから大きく使うとかっていうよりかは基本細かく買ってましたかね。せっかく何かしらいい経験だったりとかを、できる機会があるのに、お金が理由でそれができなかったりということがないように胸は一応持ってた。一人暮らしで普通に一人で働いてたら、それのお金ぐらいは毎月の収入から出せるじゃないですか。だからそれを超える遊びはしなかったですけど、逆にモン社長がこういうところにはお金を使わなかったりとか、逆に使ってしまって失敗したなとか、逆に勉強になった経験とかってありますか？お金使って失敗した経験は僕の中ではないですけど、例えばですけど、これは20代の時に、それこそよくあるような投資案件ですよね。一口100万円から100万円投資したらそれが年利で何パーでもありますとか、僕そういうの興味があったんですよ。考え方の原則としてはやっぱ美味しい話には裏があるし、ただほどね高いものはないとかっていうし、そんな儲け話あるんだったら俺のとこまで回ってこないよと。実際そうなんですよね。とあるその当時親しくしていた経営者の先輩にそういう投資案件なんだよねみたいな、やるみたいな、俺ずっとやってんだけどみたいな感じで来た時に、こうやって騙されるのかとかって思いながら、でもその人も別に騙してるつもりなかったと思うんですよ。ちょっと半分断れなかったのと、半分は興味本位だったんですね。100万円投資しましたと、24、5とかと思いますけど、ものの見事にその会社飛びましたと。なるほど、こうやって誘われてこういう歌い文句で、多分ポンジスキンみたいな感じだったと思うんですけど、こうやって誘われるとなかなか断りにくいんだとか、なんかそういうのはありましたね。でも別に僕はもう全然最初からもうこの100万円なくなる可能性大だと思って別に預けてたんで、要はもう払えませんみたいな来た時も、やっぱそうなるよねみたいな。モン社長の中では半分分かっていたけど100万円出して、いい経験をしたなっていうような、そうですね。逆に例えばですけど、モン社長から見て、今いろんなそういう経験もされてきた中で、こういうところにお金を使ってしまいがちな方は気をつけた方がいいとか、仕事をする上でもそうなんですけど、そういった方っていらっしゃいますか？基本やっぱよく言われるギャンブル、お酒、女、女性だったら異性、最近だとねちょっとホストクラブとかもしれないですけど、この3つはやっぱ気をつけながらやった方がいいと思ってますね。ギャンブルとかはどういったところがまずいんでしょうか？
依存症になりがちですよね。最初1万円かけるのに1万円もかけんのかってやってた人が1万円になれると次3万円5万円ってなってくるわけですよ。それがどんどんエスカレートしていくっていうのはギャンブルの世界ではありがちですし、なんならカジノとかもそうですけど、絶対そうなるんですよ。刺激が足んないんで。だからやっぱり節度を持ってギャンブルで儲けようとしてる人なんですよね。ギャンブルで儲けようがそのうちギャンブルで取り返そうになるんですよ。これは終わりですよね。ああいうギャンブルとかは遊びですよ。それこそ例えばじゃあカラオケ行って時間でお金払うようにギャンブルしてる時間にお金払ってると思うぐらいで戻ってこないもんだと思ってやるぐらいじゃないと、そのぐらいのお金の範囲でやらないと基本はもう全部負けますよね。でドツボにはまってどんどん回収できないと。お酒というよりかは、やっぱりその異性もそうだと思いますけど、ホストクラブもそうですし、キャバクラとかもそうかもしれないですけど、やっぱそういうものはもう同じだと思っていて、最初は飲みに行って1人5000円とかでね、5000円かと思ってたものが1万円になり2万円になり3万円になり、ちょっとお金が入ってからって10万円使ってあげてとかっていうのがもう今度10万円がノーマルになり、でも前回10万円使ったけどなんとか大丈夫だったからまた大丈夫なはずだとかってなってくるわけですよ。どんどんハードルが下がるわけですよね。これってでも全部一緒で、人って未経験のことに対してはハードルがやっぱ上がりますけど、経験したことに対してハードルがどんどん下がっていくわけですね。それをいい方向にやらないと、お金をひたすら使う方向にハードル下げていっちゃったら修復不可能なんですよね。仮にそういうのを経験したとしても、節度ある金額で止められるかどうかっていうのはすごい重要で、これ節度がなくて止められなくて、自分のその要は収入とかレベルに不相応なお金の使い方をし始めた瞬間に止められなくなった人はもうだいぶいっちゃいますよ。だからポイントは、貯金は別に僕はそんなにどうでもいいと思っていて、先ほど言った時に、何か緊急で困った時にこれぐらいあれば大体のことはどうにかなるだろうという金額ぐらいを置いておけば、あとは別に貯金する必要はそんなに感じていなくて、どちらかというと自分の収入を超える支出をしないことっていうのが一つ、これが大原則だなと思うんですね。もう一つは、金借りる癖は絶対つけない方がいいと思うんです。会社とかなら別ですけど、個人は多分10代の時ってお金を借りるっていうことは友達からちょこっと借りるとかぐらいですけど、そんな高く借りないし借りれるところもないので、早っぽいずっと親から借りるとかねぐらいですけど、今度大人になるとまず第一に便利だからクレジットカードっていうのが出てきますよね。それこそ今も電子マネーもそうですけど、これってやっぱりゲーム感覚に近いってなっちゃう人もいて、自分にお金がなくても先に使えちゃったりするじゃないですか。特にクレジットカードとかこれ覚えちゃうわけですよ、買い物を。これを覚えた時に払えなくなって次にキャッシングっていうのを覚えるわけですね。これもまた返せなくなると今度消費者金融とか覚え出して、それも全部経験していくとハードルが低くなってくるんですよ。自分のマッハが例えば仮に月30万の収入があるとしたら、自分の使えるお金30万だったはずなんですよ。金があって50万あったからとかで、自分が今月マックス使ったので80万だっていう、なんとなくやっぱ頭があるんですね。これが借金が入ると貯金なくなったのに、自分の収入も30万なのに、キャッシングやれば、ここであと枠があるから20万、30万借り入れて、で消費者金融でカードを作ったのとマックス30万借り入れて、でもう一個作ったところからそこも30万借り入れて、みたいな。お前にお金ないのに、いきなり俺の使えるお金が90万増えてたりするんですよ。これの感覚を繰り返せば繰り返すほど、やっぱそうなっていって、挙句の果てに借りれなくなって、人から金借りるようになったり、で人から金借りれなくなったら、嘘をついて人から金借りるようになって、でそれの行き着いた先が、人を騙してお金を稼ぐとかになっちゃうんですよ。ドツボにはまってくんで、そういう経験は踏まない方がいい。ハードル低くしない方がいいんで、やっぱりまず一つは収入以上の支出をしないっていうことを心がけて、借金は絶対ない方がいいですよね。ある程度事業したりとか、それなりに大人になって戦略的な借金はいいと思うんですけど、だからなんか若い時ってそれこそ僕は10代でしたけど、一人で働いて一人暮らしだったら、結局なんだかんだ言ってもやっぱ時間とお金があるわけですよ。この時間っていうのは当然自分が全部時間の使い方を選択できるわけですよね。例えば家族持ってたら家族のために時間使わなきゃいけない時があったりとか、でも一人で別に何もなかったら自分のために全部自分の時間使えるじゃないですか。もう一つお金も稼ぎはそんなないかもしれないですけど、例えばじゃあ一人で働いてて30万稼いでる人と50万稼いでる人、違う人がいたとして、でもこの人家族持ちですとなった時には、当然収入が多いんだけど家族のために使う養うお金とかっていうのもあるから、なんかお金がいっぱいかかるわけですね。だから自分で一人で使えるお金の幅としてはやっぱ一人の方が多いんですよ、基本。そういう意味でお金と時間があるんですよ。いかにだからこの一人の時に自分で使えるお金と時間を使って将来的にやっぱ稼げるとか、そういうところに投資をするということが一番いいと思うんですよね。で今すぐ投資っていうと、じゃあNISAだとかiDeCoだとかなんか言いますけど、別にそういうこと言ってるわけじゃなくて、分かりやすく言ったら自分の勉強のために本を買うでもいいですし、興味のある分野のセミナーに行く、研修を受けてみるとかでもいいですし、なんならもっと言ったら給料は安くても
自分の例えばやりたいこととか得たい知識とか経験をできる会社とか、これもある意味自己投資じゃないですか。こういうふうに時間とお金の使い方を最大限投資して将来稼げる力を作る。要は若い時とか自分に知識がない時、スキルもない時は時間を使ってお金を稼ぐわけですよ。時間の切り売りじゃないですか、究極言うと。これやっぱ年齢重ねれば重ねるほど、自分の時間を使ってお金を稼いでたものを、自分の価値を使ってお金を稼ぐように進化していかないと、絶対にダメになるというか、良くならないですよ。自分の価値ってじゃあ何なのって話になった時に、やっぱこれ一つ大事なのは知識と経験だと思うんですね。だからその知識と経験を自分が自由に使える時間とお金を使って得ておくということが、やっぱ若い時にやるべきことですよね。プレイヤーとマネジメントの話もそうで、俺は管理職になりたくないとか、別に時間でいいんだと。それってどういうこと言ってるかというと、例えば一人の営業マンでずっと自分で売り続けて稼ぐっていうことを言ってるわけじゃないですか。でも、まさにそれもさっきの話と一緒で、自分一人で20代とかガッツ溢れる時に、別に多少頑張っても眠くならないし、なんなら徹夜もできますよとか、なんなら怖いもの知らずで知識もないから、どんどんガツガツ行動もできますよなんですけど、これやっぱ40超えて、じゃあ例えばですよ、家族持ってます。体もね、やっぱ普通に20代と比べて無理効かなくなってきました。そうなって一人の営業マンとして、昔の自分のようなバリバリの20代の営業マンに勝てますって勝てないですよ。じゃあ勝てる理由は何があるとしたら、そこにだから積み上げてきた自分の価値しかないんですよ。結局価値で勝負するしかないんですよ。プレイヤーとしてはやっぱりどうしても若い人にはやっぱ負けますよ絶対。健康的な理由もそうだし、やっぱ知らないから突っ込んでいけるみたいな行動力もあるので、やっぱり年を取れば取るほどやっぱマネジメントサイドに本当は移行しないといけないんですね。そのために価値をやっぱ作っていかなきゃいけないんですよ。マネジメントサイド行きたくないって言ってるんですよ、20代だけで。逆に60代になって定年間近で1回の営業マンとして自分の頭と足で稼いでますって立派ですけど、それを望んでるんだったら別にいいですけど、でも絶対に20代を超える結果出せないですよ。価値をつかない限りは。時間でお金を稼ぐから、自分の価値でお金を稼ぐっていうところにどんどんステージアップしていかなきゃいけないんで、その自分の価値を高めるためにやっぱお金を投資していくっていうことがベストだと自分は考えます。本日はありがとうございました。はい。改めてにはなるんですけども、森社長が貯金に対してどういうふうに思われているか、でまた若い時のそのお金の使い方についてまたちょっとまとめていただければと思います。はい。貯金はさほど重要じゃないと。最悪何かあった時のために、これぐらいだったら困らないという金額があればいいと思いますと。やっぱり自分の時間でお金を稼ぐというところから、自分の価値でお金を稼ぐということになれるよう、自分の時間とお金を投資していくということの方が若い時は大事だなと思います。このチャンネルでは現場の様子、社内のイベント、研修、またビジネスに役立ちそうな知識など様々な動画を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。また、この動画もぜひいいねをつけてください。ありがとうございました。